ち込み稽古についてお話しします。打ち込み稽古とは、元立ちが面小手胴と隙を開けたところをすかさず素直に打ち込んでいく練習法です。その時に上達を志すためには手の内ということが課題になってくると思います。被験体1プラス手の内です。手の内とは、手の内は両手の力のバランスでやりますが、特に意識してほしいのは肩とか肘で打つのではなくて、両手のバランスでもって竹刀を正確に振る。私の考えでは剣線に最高のスピードをつけるような両手のスナップを使う。両手の力のバランスで振ることによって物は切れる、あるいは有効打突にしっかりつながっていくと考えております。少年剣道のまず初心者の振り方、最初の練習法では、振った時に両手の高さ、あるいは剣線の高さをよく説明されますから、その高さを意識するだけで、打つというよりは止める動作を続ける人がとても多いです。でもそこの段階を過ぎたら、今度はしっかり切れる動作を練習しましょう。相手の頭から顎まで切れたというようなイメージで振りましょう。面こういう練習することによって相手の面を打った時に有効打突の条件を満たすような打ち方ができると思います。今のような振り方ができるためには、構えている時にはこの竹刀の重さを支える力で十分です。握りしめておかない。また打つ段階でも特に右手の握りしめは一番注意しなければいけません。手のひらにまっすぐ置いてこう握る握り方ではなくて、人差し指の方に流れるようにこう握ると、小指薬指はかけやすい、中指もかけやすい。この方がスナップを使う時の左手の握りとして非常にうまくいきます。で、小指は半掛けといいまして、手のひらのへこんでいるところ、通称薄と表現してますが、ここに柄頭をかけるようなつもりで握ると小指半掛けという形がなります。右手は人差し指がつばに触れる程度のところで、小指、薬指、母子球をかけてますが、左手でこの竹刀の重さを支える程度、つまり右手はやんわりと支える程度の握り方でいいと思います。そうすることによって左手右手の力のバランスが取れる要領がうまくいくと考えております。特に右手はやんわりと握っていますが、切る瞬間もほとんど小指薬指だけの締めでもって強く握りしめない。左手で切る、左手の位置を補佐する程度でいいと、そのような気持ちで振った方がバランスがうまくいくと思います。昔の教えに、力の使い方は左7分、右は3分、足して10、そのイメージで振るとちょうど五分五分で剣線に力を伝える振り方ができると思います。面というふうになると思います。右手に力が入りすぎると、止める、切る動作よりは止める動作になってしまうような気がします。剣線に力が伝わりません。右手の力を緩めることによって剣線に力が伝わっていきます。というような左手右手の握りの違いと、それから力のバランスをしっかり研究する必要があると思います。素振りの時に面を打ちに行く段階では両肘をしっかり伸ばしていきますから、
筋肉を伸ばす、つまり緊張。でも当たる瞬間に右手のスナップをスッとこう緩めることに、これを解筋と言いますが、緊張解筋に当たる瞬間に緊張と解筋がパッとこう同時にできるっていうような、最後の段階でできると牽制に力が伝わっていきます。切る瞬間に握りしめないで、むしろスッとこう緩めるぐらいの方が牽制に力が伝わっていきます。危険対峙と差異について説明します。危険対峙とは、打突するときに気合と掛け声と、それから踏み込み足と目を打った時の状態が一緒の状態になった時に、こういう状態を危険対峙と言います。この時に足の踏み込み足と引き付け足、蹴り足、引き付け足、引き付けてしっかり打突を面を捉えますが、左足の蹴りで右足を踏み込み、左足を早く引きつけます。その時に先ほどの説明しましたように、両手のバランスでもってしっかり牽制を鋭く振ります。このように鋭い打ちができた状態を才のある打ちと表現しています。この前で開けたからといってここからは届きませんと、必ず足をついだり、あるいは二足一刀みたいな形になってしまいます。そうではなくて、ここでの打ち込み稽古も元立ちの人が一歩入った瞬間に開けます。開けたところを一足一刀の前で打ち込むという練習法が、私は上達法につながると思います。今度ここでね、シャッ、かかり手が一歩内間に入った瞬間を見計らって元立ちが開ける努力をした方がいいと思います。という練習法が打ち込み稽古でも必要だと思います。だから元立ちの人がかかり手のことを思って、かかり手が一歩入ってきた瞬間を見て、はい、面、このように開けて面を出します。右に開きます。次に小手の場合にはやや上上げてしっかり小手の部位を取らせてあげます。胴の場合にはもろ手を頭上に振り上げてしっかり胴を出してあげます。このようにかかり手が攻めた時に元立ちが打ちやすいように、かかり手が打ちやすいような開き方、面、小手、胴で、その開いた隙を捉えて、すかさず危険対地でしっかり有効打突の条件を満たす条件でしっかり打つと。そのため先ほど手の内が大切だという話をしました。一足一刀のままで元立ちが面の時には横に開いて開けます。開けた瞬間を危険対地一本の条件、有効打突の一本の条件でにかなうようにしっかり打ちます。小手の場合も一足一刀の前から元立ちが小手を打たせるために牽制を上げます。上げた瞬間を危険対地プラス手の内をしっかり使って有効打突の条件になるように打ちます。胴の場合にも一足一刀の前から元立ちが頭上に振り上げた瞬間をしっかりスナップを使って危険対地でしっかり打てるようにすべきだと思います。